これ全てのファッション好きな人がうなるやつですね。私いろいろ服持っている方だと思うんですけども、これは初めて。いや、これ欲しい。いい感じでダサいんですよね。18、19の時の服の選び方みたいな。そうなんですよ。わからないから知りたい、知れば知るほど楽しいみたいな。そうなんです。はい、こんばんは、シトレイです。今日はですね、うちの準レギュラーの雄大くんと久々に来ました。どこに来たの、雄大くん？今日はですね、僕の大好きな、代々木八幡のドゥージョーさんと古着屋さんに、はい、来ました。前回ディズニーのイベントで、T シャツで、はい、そしてなんかまた新しいイベントをやるということで、そう、外枠だけ聞いたんだけど、中野さんに、はい、2026年こんなおもろないですかっていう企画らしいです。そうですね。またそのドゥージョーらしい違う角度から攻めた感じのイベントになってると思うんで、じゃない方が好きじゃないですか、僕ら。キッドレーザーをこっちも楽しんでもらえるんじゃないかなと思って、今日と一緒に行きたいなと思って。そうですね、行きましょう。行ってみましょう。はい、こんにちは。こんにちは。今日はよろしくお願いします。改めまして自己紹介お願いします。はい、ドゥージョーな中野と申します。よろしくお願いします。1年半ぶりでございます。整いました。整いました。あれ、サウナ入った後。はい、用意しました。わーってなった。確かに目がなんか整った目をしている。大枠にだけね知っているだけなんだけど、今回のイベントどういうこと？簡単に言うと、こんなんおもろないですか、シトさん2026です。はい。はい。提案ですね。これ3年かかりました。はい。このネタを熟成させるために。はい。で、僕普段アメリカに仕入れ行ってるんですけど、今回は全部フロムヨーロッパ。普段見慣れないものを改めてファッションとして感じてもらう。その背景とかもいろいろあったりして、それも面白いです。まずこっちからもうこれはもう確立してるんですが、マルコム・マクラーレンのボンテージパンツになります。これ一つなんですけど、ビビアンの。そうです、90年代のアイテムのマルコムっていうのがちょうどいい塩梅なんですよ。ビビアンとか、例えばセズっていうのはパンク要素がすごく強くて、普段履きづらいものなんですよね。それに対してこのマルコムが作るものっていうのはちょっとトラッドな雰囲気もするし、パンクの要素もある。なんだったらこれスウェットパーカーとかにも合いそうな、そういうボンテージパンツ。パンクなりすぎないっていう。これくらいだと私全然いけると思う。なんかふわふわのニットとかは仕上げたい。スタイリングに幅ができるアイテムだと思うんで。だね。なんかどうとでも解釈できるっていうのかな。パンク知らなくても楽しめるし、知ってたら知ってたで文脈で楽しめるしっていう。そして次はこのアレグリっていう、アレグリ、はい、イタリアの要はコートブランドなんですけど、これは主に90年代のものなんです。これ誰デザインしてると思います？ヨーロピアのデザイナーで90年代だよね。そうですね。シンプルです。マルティーノシットボン。違います。じゃあソリッドです。マルシェ？はい。正解。意外とこれ知ってる人少ないですよね。そうです。90年代彼が担当してたものになってて、だってエルメスキもマルジェラも90とかじゃなかった？ 90 の多分それちょっと前ぐらいの時ですね。あとレイさんちゃん見てください、このタグのとこ。イズム？そうなんです。イズムだ。ちょっと傷跡残そうとしてるじゃない。ちょっと。そうなんです。あれだね、本当分かる人には分かるっていう、違う角度で言ってたけど意味が分かった。あれまあいいですね。ちゃんと肩落ちますよね。落ちるよね。ラグランなんですけど、どの体型の人にでも合うね。そうですね。これ全てのファッション好きな人がうなるやつですね。フロムヨーロッパですよね。こんなのもアメリカでは見つからないものなので。次は次はこれも有名なイタリアのブランドですね。3C ブランドっつってアルマーニ、ベルサーチ、はいね、あとそれに続くのがジャンフランコ・フェレで、これなんかカシミヤ 100% のダブルのコートなんですけど、この80年代の終わりぐらいの3ブランド、アルマーニとか、すごくアバンギャルドなイメージが強いですよね。あんまりこの普段着で合わせられないっていうイメージが強いんですけど、これ割とシンプルで、そうだね、なんか本当にデニムでドレスダウンしても面白いなっていう。かっこいい。
めちゃくちゃいいじゃないあ、ですか。そういう、俺は本当になんかスウェットでもいいですね。この感じめっちゃいいですね。この感じ良いです。あれも、あれも。襟とか上げちゃって。例えば同年代のベルサーチとかだとやっぱりトゥーマッチ感が強いんで、こんなこうシンプルには着れないものが多いですよね。で、次は。はい、次はもう日本でもメジャーですよね。マシモンスティが作るブレはいザーが、はいはい。まあストーンとか CP とか、ははい、それがもう有名、もう日本でももう有名ですよね。ストーンアイランドは聞くけど、このレフトハンドっていうのははい、これ私ちょっもと、彼がデザインしたものになりますね。基本彼の特徴っていうのが奇抜ではないんですが、ちょっと特徴ある癖があるデザイン、ミリタリーのゴーグルつけたりとか、あとはちょっと変わった異素材でやったりとかっていうのが、まあ日本ではちょっと有名かなと思います。ただ今回はそのマンションもちょっとドシンプルなのを集めたって感じです。生地いいですね。そうです。なんかこのフェード感とかも面白いし、普通のクルーのスウェットなんですが、ちょっとパターンもやっぱ違いますよね。ここにハギが入ったりとか。こういうやつですもんね。ここまで入るんだっていうね。これもゴム引きで、まあミリタリーモチーフだと思うんですが、もう、そうですね。ある意味ここまでカロリー低いのは少ないかなっていう。そうですね。他のでもこのなんか特殊なこの生地感というか素材感で、このマシモスティらしさは出てるんで。いいですね。ピーコットではないくらい。そうです。いやまあでもピーコットの扱いの、ピーコット、はい。大きくピーコット。ああ、かっこいいよ。でこれ普通のベイカーなんですけど、はい、裏がシャンブレー素材で、こっちは逆にリバーシブルなんです。デニムなのに、はい、裏がシャンブレーなんで。謎ですよね。それ、気づく人の方が少ないんちゃう。あ、でも一応ちゃんとなるんだ。あ、なる、パンツだ。ちゃんとポケット後ろあるんだ。へえ、面白い。そうなんです。次はその流れでまたストーンなんですが、やはり高級ブランドで当時から、で80年代90年代フェイクとかブートものっていうのがすごい出たんですよ。嘘物のこれはブートです。ブートなんだ、このブートも面白くて、めちゃくちゃアメリカンな感じがしてて、ツーポケでパチポケで前 V で、やっぱ縫製も雑で、いい雑ですね。なんかすごくいい感じ、荒いでしょ。ボタンの付け方とかも、ボタンの作り方とかも。そうなんです。あえてくるブートレグみたいな感じでも提案しても面白いかなと思って。はい、で次は、次はアイデントキットっていうブランドなんです。いや、初です。サイエンスロンドンっていうブランドってわかりますかね。90年代ぐらいになんかシップスさんとか、日本のセレクトでも扱ったブランドなんですけど、イギリスのそれの前身になるブランドなんですよね、アイデントキットっていうのが。で、そのブランドの特徴としては、デザイナー本人が自分で縫って作る。じゃあ本当サンプル品みたいなことですよね。それが面白いんですね。これなんか特に見てもらって分かるんですけど、ピッチがちょっと粗めで、とんでもね文化の学生さんがこれやったら超悪いやつですよ。落第するやつですね。でも僕が面白いと思う理由は、いい意味でいろんなものをミックスしてて、トラッドであったりとか、すごくモードな感じもする、かつ、パンクな感じもするんですよね。このタグとかすごいパンク系なタグですよね。ザ・80s、90s って感じですよね。めちゃくちゃかっこいいこのタグ。カジュアルにドレスダウンするし、できるし、パンクっぽい感じもするし、モードな感じもする。こういうテーラードとかもあったりして。ロンドンのブランドなんですか。はい、ロンドンのブランドです。それ言ったらなんか納得します。色気ありますよね。そうですね。洋服すべてのものに対して。それこそなんかちょっとパンクな要素もありますね。いろいろ着こなせるだろうなって感じがする。楽しい。楽しいでしょ。楽しい。18、19の時の服の選び方みたいな。そうなんですよ。まさに。わからないから知りたい。知れば知るほど楽しいねみたいな。そうなんです。で、こっちはマークスペンサーっていう、なんすかね、そのイギリスの大衆ブランドの80年代、90年代のものになります。百貨店ブランドみたいな。いや、もっとアメリカでギャップとか。日本でイトーヨーカドーのオリジナルブランド。そうですね。そんな感じに近いかもしれません。なるほど。ただこれ面白いっていうのが、80年代とか90年代のものを集めたんですが、やっぱりその頃ってアメリカンファッション、ラルフ・ローレンを筆頭にブルックス・ブラザーズとかっていうのがやっぱり台頭してきてるんですよね。そのヨーロッパの中に。ヨーロッパの中にもそっちに惹かれる人が多くなったっていうので、そのイギリスの大衆ブランドでさえ引っ張られてる。
なるほど、はい、なんかこれなんか見たらラルフのトロチロなんですザはい、引っ張られすぎだろってぐらい引っ張られすぎですもうちょっとアイデンティティを持った方が良いような、でまあ当時流行ったコットンニット、まあハイゲージのものとかもあるんですが、やっぱりちょっとイギリスのブランドっていうので違うのが、はい、こういう色使いだったりとか、これもシルエットがラルフのテーパードに比べたら、ラルフのツータックに比べたらすごいテーパードしてて履いたら綺麗に見えるんですよね。だからちょっとやっぱりイギリスならではの品を感じるっていうか、アメリカのあこからちょっとやぼったさを消した、そうです、いなたさを消し違い出ちゃうんですよやっぱりそのまあまあアメリカに推してるんですけど、ちょっと自分らの血が出ちゃう、いい意味でやっぱ綺麗に見せたいとか、いや綺麗に見せてしまうんですよ。ああそれがやりたいのに、やっぱそうなってしまうというか DNA だね。そうなるほどね、でその流れですね。お願いします、これダファーイギリスのブランドなんですが、この2個見てもらってむちゃくちゃアメカジを意識して作って意識してますね、意識してますね。めちゃくちゃこっちはちょっとなんでそれやるみたいなのが多いんです。両 V よくアメリカのヴィンテージある、意識してるんですが、なぜか袖まで V をどうすか見てくださいこれちょっと見て、袖 V 変わんないでしょ、どうしたの？要はまあこういうことですよねでもしかもこれだって絶対サンプルパクってるわけじゃないですか。そのまんまやりゃいいのに、なんかちょっとやってみようかな、俺ららしさを 4V って感じですよね。オリジナリティの出し方を間違えたみたいな。これちょっとずれた感じが面白い。これもまあ俗に言うこれもトゥーマッチなんですよね。要はギリシャフォントとオールドイングリッシュを混ぜるなんかまああんまないんですけど、しかもここになんか刺繍を入れてなんかいろいろやりすぎなんですよ。なんか僕の様子を写真でサンプルを見て、あれこれ刺繍じゃねえみたいななんていうのかもしれないですよね。じゃあ刺繍やってみようかな。で途中でやっぱ高いからスプリントにしようかなみたいな。トゥーマッチというか、スウェットパンツのあっさ後ろ見てください。見てください。一応丁寧なちゃんとそこは落ちたくないんだみたいな。アメリカ人のこうなんですか、粗い感じじゃないんですよ。こうバッグはしっかり。そう細かいですよやっぱり。いやこれ欲しい。いい感じでダサいんですよね。そこ最高。いや爪が甘いって最高。そうなんです。で次はでこれは今までイギリスからこうアメリカに向いてったじゃないですか。はい。これはイタリアのブランドがアメリカを意識してる。なるほど。また違うものがあるわけですね。アメリカのもうヴィンテージのカバーオールを意識して作ってるんですが、そこまではなんとなくわかります。でまあなんとなくわかるんですよ。この形とかフラップとか打ち込みとか、首振りのボタンとか。ただこんなザラザラのデニム地なんか使わない。そうだね。そうだね。まず間違ってる。パンツならいいんですけど、なんで上なんだろうなっていう。でアメリカのカバーオールこんなブランドの刺繍入ってるの見たことあります？しかもピンクでね。そうです。ピンクで。しかも最高の会社って書いてある。ブランドネームで。でハゲなんか入んないんですよ横に。アメリカのカバーオールなんか普通入って縦ですよ。そうだね。そうだね。そうなんですよ。間違って着物着た外人さんみたいな感じで。すげえいいあれですね。たまに京都とかでいますよね。これはもうさらにちょっとよくわかんないことしだしてて、どうしたの？はい、スウェットなんですけど、ちゃんとしっかり前 V、まあよくあるヴィンテージのやつなんですけど、なんでオーバープリントしているのかわからないし、なんでこれフェルトの刺繍、いやフェルトのチェーンの刺繍みたいなのしてるんですよね。なんか一応凝ってるんですけど、なんでこんなことするんですかね。でこっちとかもね、袖はフロッキー。なんかあれかな、いろんな加工をしてみたかったみたいな。確かに、チェーンステッチみたいなアメリカの要素のものはあるじゃないですか。ジャケットとか、まあ企業もので、でフロッキープリントを使ったヴィンテージのスウェットなんかもあるんですよ。それをザッて入れたらこうなったって感じですね。なんか AI に作らせたみたいになってますよね。そんな感じパーみたいな。これ何？ここの引っ掛けなんかここならいいんだけどさ、ここで引っ掛けたらこうなっちゃうじゃん。暗号を解読する楽しさがあるね。この謎古着っていうのは。こっちはもうちょっとおしゃれっぽい。どうですかねこのレイヤード。なんかまあ
パンツは流行ってますけどね、くらいそうなんかでもこれ今までの流れで言うとこれって、そのまあリーバイスのアイテムなんですけど、アメリカ人絶対この着方って僕しないと思うんですよ。なんかもともとやっぱアメリカ人ってやっぱ T シャツにジーパンもうすごいこうシンプルなストレートなやり方をするのがアメリカ人で、こっちはコーディネートで買い付けてくれたバイヤーの友達がこのスタイリングをしててめちゃくちゃいいじゃんっていうのでそのまま売ってもらったやつです。はい、でこう、これどっちもイギリス製のリーバイス、ユーロリーバイスになるんですけど、やっぱ501でスタンダードな太いシルエットじゃないですか。それをレイヤード、しかも501、501同じのを切ってやんなくないですか。501ってアメリカを代表する品番、これイギリス製なんですけど、それでやってるっていうのも面白くて。確かに確かに。ザじゃないこの着方で。じゃない方ですね。そして次は次はヨーロッパから日本見たらどうなるんだろうっていう、ヨーロッパ人から見る日本のデザイン的なものを集めました。はい、結構有名なデザインで、ACG が2000年代中盤ぐらいに、作ったゴアテックスのジャケットになります。和柄、なんとなくわかるかな。さや型っていうなんか日本の和柄を全体的にこのやってるというか。でこのモデルが着物っていう名前なんですよ。ちょっとこの紫感も江戸紫な感じだしね。いい。かっこいいですよね。いい。しかもこの中のアーミー柄の色と相まっていい。確かに。ね、ガラガラしていいよ。着てそうあなた。持ってるんですよこいつ。あとこのシルエット私見覚えあんだと思う。止水ファスナーですよ。なのにこうプリントでここの柄を表現してる。ファスナーの柄なんですよ。ファスナー柄、粗いファスナーね。普通はここって黒いただのあれじゃないですか。ちゃんとファスナー柄がプリントされてるってのを見たらすげえ、仕事が細かい。これ普通にリーボックなやつなんですけど、浴衣っぽいというか、和服っぽくないですか。袖の付き方が本当に着物袖なんです。見てください、このアームがね太いっていうことか。おしゃん、微妙にやっぱここ効いてますね。いやめっちゃ効いてますね。めちゃくちゃいい。ないとよくわかんないけどみたいな。へえ、これ普通に今待ち着でも可愛い。全然ありですね。だってモードっぽいデザイナーの服ですっていろいろ隠せば言えるよ。確かに。次はシンクピンクっていうイタリアのアスレチックブランドなんですが、要は日本でいうチャンピオンとかそういう感じを持っていただければ。ただこのシンクピンクが作ったこの2枚、2本がすごい何ですかね、和の下モンペっぽい柄とかもね。そうです。日本昔話でおじいさんが着てる斑点みたいなもんでしょ。こういうなアテンデントとかが。なるほどなるほど。それがすごいちょっと和な感じしますね。これ一歩間違えばギリギリっすよね。ギリギリだね。ギリギリだね。しかもでっかいやつ。で次もこれはもう代官山の。代官山ありましたね。ありましたね。象徴でした。恵比寿。これもう言わずもがな日本代表するジャパニーズブランドで。ここまではわかるんですよ。でもこれは何？これはパリ店ができた時の記念モデルです。僕らは外国の人たちが恵比寿を履いてるのを見てかっこよく見えるっていう変な。逆輸入みたいな。でアメリカにもたまにいるんですけど、このぶっといシルエットズドンの、で上タイトで下ズドンって履いてる人たちを見て改めてかっこいいな日本ブランドなんて思ってて。改めてって感じですね。改めてです。女子が改めて着るとなんか分かって着てる感じが可愛いかもしれない。であえてサイズを大きくギュッと絞って履くのがかっこいいな。すごい。でもやっぱりジャパニーズブランドしっかり作りますよ。本当に WX に近い生地で、ちゃんとそうだねちゃんとセルビッチもしっかりやって。でもこのコートはちょっと違いますよね。ここら辺のこのなんちゃって感とはまたちょっと違うものがありますね。我々日本人はやっぱり細かいところまでね。こっちはまたちょっと変わった見方で、カンゴールイギリスのブランドなんですけど、これはアメリカの会社がライセンス取って作ったものになるんですよね。なるほどなるほど。アメリカで販売してたものになるんですが、ライセンスせっかく取ってんのにアメリカンになっちゃうんですよ。なんかちょっと何のヨーロッパ取った意味
なんかライセンス取った意味ないですよね。なんか洗練をすべて剥ぎ取ったカンゴールみたいな。まあアメリカがじゃあヨーロッパやってみようっつったらもうアメリカになっちゃう。そうだね。なんか学ぼうとしない精神が素晴らしいですね。ど真ん中直球みたいな。武骨で大胆でシルエットももみんなも知ってるこの形みたいな。そう。なるほどね。カンゴールらしさ。こういう見方も面白いなって感じです。はい。確かに。はい、では最後のコーナーは何でしょう。はい、こっちはまあユーロ企画の、スポーツアウトドアのものがある感じです。やっぱりアメリカものと違ってこうカラフルなカラーだったり柄が特徴的。この辺は、レイさん好きなリーボックを。おー、リーボックたくさんある。で私そうなんだと思ったけど、あ、そうかな。あ、じゃあこれにしよっかな。なんかちょっとフーディー、なんかこうなんだろう。そうですね。アドベンチャー。星占いが星占いをする人がやるやつなんですけど、なんでここにこれつけるのかなっていう。良い。他にないですね。この線とかもホロスコープの線に見えてきましたよ、私なんて。あれかな、しいたけさんとかこういうのが好きなんじゃないかな。しいたけ占いの人とかね。知らない？知らない。しいたけ占い知らない？大好きです俺。ねえ、しいたけさんと石井ゆかりはツートップですよ、私の中で。占いね。みんなきょとんとしてます。あとあれなんでしょう。欲しい人に。いやいや欲しい人もそうですけどね。ゲッターズもいいね。ゲッターズ本買いましたもん。そんな買い僕置き。金のインディアンなんで。そう知らんし。なんか怖知らんし。金のインディアン。なんか怖い。そして次はこっちは？こっちはまあじゃあその流れで同じスポーツアウトドアなんですが、やっぱりユーロ特有の色だったり柄、これなんか特に面白くて、アウトドアのフリース、まあこの辺で主にスキーだったりとか、そのスキーウェアのものになるんですけれども、形はまあまあパタゴニアそうですですね。ね。スナップティーなんですが、まあヨーロッパのブランドが作ったこういう柄でやっちゃうっていう。結構な柄ですよね。これも本当にヨーロッパらしいというか、アメリカものにはない色味だったり柄だったりっていうのがこういうの面白い。しれっと着こなせるんですよね、ヨーロッパの人ってね。雄大くん着てそう、こういうでっかいの。素材感で言って面白いのがこっち。あれだすね。フランスのワールドカップの時に記念で作られたジャケットなんですが、レザー？はい、98年だったかな、フランスだったから。そうですね。で、その頃のもので、なぜかレザーでやってると。アディダスでレザー作るのっていうね。あったとしてもやっぱりジャージの形でレザーっていうのはアメリカものとかではあるんですが、こういうカーコートというか普通の普段着としてのコートとしての形っていうのはやっぱりヨーロッパらしいなっていう。ちゃんとワールドカップのピンズがついてる。すごい。はい、そうです。はい。ここはちょっと外さないぞっていうね。そうなんです。モードっぽいっていう。いや絶対これ話しかけられるやつですよ。確かにそうですね。みたいな。なんでみたいな。ああ、めちゃくちゃいいですよね。いい。素材がちょっと変わっているっていうのもこれまたそのヨーロッパっぽいというか。そして次は、次はちょっとこう年代が新しくなってきて、このなんかこうヨーロッパのこうスポーツものっていうのがだんだん近年にかけてモードっぽくなってはい、っていう流れですね。これはそのプーマなんですが、はい、レーシングのユニフォームで、これゴアテックスなんですよね。でパイピングがついてて、これさっきの着物じゃないけどそういう作りになってて、まあそのレーシングものってやっぱりこういうダブルのものというかこういうデザイン性が高いものって少ない感じがして。立体？リフレクターですもんね。そうです。パイピングが。あ、そうなんだ。でいろんなところのロゴが入ってて、これもチームのやつですね、スポンサー。でもその大きさもアメリカじゃないですね。アメリカってもっとでかく入れるじゃないですか。ささやか。そのぐらいのそのバランス感がめっちゃおしゃれだなというか。着たらここら辺綺麗にマジいいんでしょうね。これエアウォークなんですけど、多分ユーロ企画だと思います。はい。どうなってるの？まあエアウォークでスケートブランドのイメージ強いんですけど、こういう防弾チョッキみたいなすごくデザイン性が高いというか、見たことないですね。私いろいろ服持ってる方だと思うんですけども、これは初めて。なんかそれこそ別に普通にここ開けっぱなしで、こっち側のそのコートのバーッと手突っ込んでもいいじゃないですか。バフッとこうコートの上とかに。いいね。バフッとしてて。そしてラスト2つですが、こちらはこれがまあ今こう流れで、だんだん近代になってきたらこのアウトド
アウトドアとかスポーツものがモードになっていく、うんまあヨーロッパのものはっていう流れがあったと思うんですけど、これはその極み、普通のコートですよね、見た目。うんうんこれがアクロニウムっていうブランドで、生地が、ロロピアーナ、ロピアなんだ、の生地を使ってて、へえその裏地にこの防水防風うんうんの生地を使ってる、まあ要は普通のこのコートなんですけど、まあスポーツアウトドアでも使えるっていうスポーツモードを代表する一着というか。だってロロピアーナこんなジップ使わないよ。確かに。もうちょっと細いやつとかさ、シルバーの細かいやつ使うのに、あとこの襟の立ち方とかそうね、ですね。このタイトさがなんかすごい90年代というか、2000年代頭みたいな感じもします。このアクロニウムをデザインしているのがエロルソン・ヒューっていう人なんですが、ドイツ出身の人だったと思うんですけど、その人が ACG のデザイナーをやってたんです。そのエロルソンが作ってた頃っていうのが本当にスポーツとモードがミックスしたもう最高傑作というか、そういう時代ですね。もう今 ACG もこうバックトゥベーシックに戻っちゃったんですが、この時期っていうのはもうどちらかというとモードっていう印象がこの強いです。時の練習は本当かっこよかったですもんね。はい。この襟とかね、そうです。ギミックあって、あと A ラインで細くて、あれが雄大くん好きそう。持ってるんですよ。あだからこれもすごいまあ人気のモデルで、まあずっと探されてる方も多いんですが、まあ今回のテーマでこうヨーロッパのものって考えた時に、まあそれ代表する一着かなと思って、確かにセレクトしました。ヨーロピアンデザイナーが作る、スポーツモード、はい、いろいろ見させてもらったけどすごい面白かった、これはなんでこれいうのに始めようって思ったの？普段とは違う古着、新しいものを見て懐かしい感覚、初めて出会うもの、昔、高校とか、ね、初めて古着買った時に、初めて対面したこの感動とか喜びとか、ファッションとして純粋に見れるような確かに感覚を、このアイテムたちを通じて皆さんにも持ってもらえたらなと思って。その古着のそのトレンドが、やっぱりヴィンテージが主流だから、やっぱりこうなんていうんですか、じゃあ何年代の何々の型で、それが今いくらになってて、で多分この流れがすごくメインなんですよね。確かに確かに。古いものでそれアメリカのものめちゃくちゃかっこいいものいっぱいあるんですけど、なんか僕らファッション好きな人間って、そうじゃないそこからこぼれてる古着だったりが好きだったりもするじゃないですか。で今やっぱりそっち側があんまりフィーチャーされてない感じがするんで、なんかその感覚を久しぶりにこうなんかレイさんにも味わってほしいなっていうのがなんか今回の。確かに語るべきものはたくさんあるけど、一回もその値段の話とか、レアものの話してませんでしたもんね。どう面白いかとか、本当初めましての話しかしてなかった、それがすごい新鮮だったなっていうのと、やっぱ服好きになったの最初これだったなって思う。そうなんですよ。何も知らなかったからこそ無敵で好きだけで選べた時の、時をすごく思い出しました。何日でやってるんでしたっけ？1月の10日と11日の2日間。2日間、何時から何時まで？オープン12時から5時まで。なるほど。で、まあ全ての商品はウェブ販売も当日しますので、もし遠方の方はウェブをうちのウェブストアをチェックしていただければ。ウェブもその土日のそのタイミングがポンと出るの？それと前からチェックはできない？前からインスタで先に商品は出すので、値段とサイズとっていうのは分かると思います。ただウェブストアはその当日3時からになるので、なるほど、12時からオープンして、あったらっていう感じになります。しかも一点物だからね、これ血眼で皆さん見といた方がいいかなと思います。いろいろ見させてもらったんですけど、皆さんどんなアイテムが気になったでしょうか？ぜひぜひコメント欄に書き込んでおいてもらえたらなと思います。それではまた次回の動画でお会いしましょう。じゃあねー。